こんにちは、日本語クラスです。今日は皆さんとニュース、日本のニュースを読んでみようと思います。はい、実はこのニュースは昨日、1日前に皆さんとライブ、YouTube ライブで、一緒に読もうと思って選んだトピックです。はい、私がコンテンツを作っている時にまあ多分大丈夫間に合うでしょうなんて作っていたんですが、調べれば調べるほどこのニュースはですねあれあれれあれこんな事件もあるの、こんな問題もこの事件に入ってるの、えあれれ思ってたより全然このニュースって重い、全然簡単に読めないじゃない、って思いまして、私はその YouTube ライブにもう間に合わないというふうに思いました。はい、そんなに簡単に話せる話ではないというのが私はその調べれば調べるほど感じました。はい、そういうニュースを今日皆さんと、やっと私も準備ができましたので、今日もですねまた調べていて、はい、お話ししようと思います。ライブでねお話したかったんですが、今日ライブでとも思ったんですが、多分私もいろんな気持ちが出てきてしまう気がして、ライブ自体がとっても長くなってしまうんじゃないかなと思ったので、今日もうレコーディングをして、アップロードします今日はね。で、今日は確かに、タイトルの通り読みます、皆さんと読みます、ニュースを読むんですが、それはねそんなに難しくないと思います、日本語は。だけど今日私が大事だと思ってるのはそのニュースについて考える、そのニュースの後ろにあること、裏にあるこの日本の社会が持っているダークな暗い事実、暗い本当に日本の裏の方にある本当のこの困った問題というのがこのニュースを通して見えてくるんですね。ですのでそこについて私は結構自分で調べてみたので、そこのデータとかそういうのを皆さんにお話しして、分かってもらいたい。でこれがですねこの解決する方法がなんともう多分日本人ではもう無理じゃないかなっていうふうに私も思うし、やっぱり言われてます。それを助けてくれるのがなんとあなたなんですね。これを聞いてくださっている外国の皆さんが私たち日本の今日の、暗い事件そのものを助けてくれる人になる可能性がとても高いです。はい、今すぐじゃないかもしれないんだけど、ですのでだからこそ皆さんが今日本語を勉強してくださっていることがとても意味がある、とても価値があるっていうのを感じてもらえたら嬉しいし、ただ勉強するだけじゃなくて本当に使ってほしいなっていうふうに思ってます。それはできれば日本に対して使ってくれるととても嬉しいんですが、ただ日本語ね勉強してくれてるだけでも本当に私も嬉しいんですけどね、皆さんが勉強したことが日本を救う助けるっていうことにつながるのかもっていうふうに思いながら今日お話を読んで、そして最後の私のデータを聞いてほしいと思います。はい、では始めましょう。この写真は東京です。はい、東京はもうビルがいっぱい。はい、そしてですね今日のそのニュースの大きなテーマというのは東京も入るんですけど、もっと本当の中心のテーマっていうのは家族です。ってね思った人いるかもしれない。家族と日本何がってね。はい、皆さん日本人の家族というものに
どんなイメージを持っていますか？うん、あのこの写真のようにね、一緒に座って、笑顔で写真を撮ってますね。はい。今日の多分 YouTube のタイトルに書いたかもしれないんですが、皆さんの日本に対するイメージが悪くなってしまうかもしれないというニュースでもあるんですね、今日のね。だけどこう家族の中で例えば何ですか、お父さんが例えば娘がお父さんを殺すとかね、そういう怖いニュースじゃないですから、そういう意味で聞かないでください。大丈夫です。はい。ただちょっと日本人の家族ってこういうイメージだなっていうの、私今何も言わないので、ちょっと頭にイメージしてみてください。はい。で、詳しくは後で一回ニュース読んでからお話しします。じゃあちょっとですね、今日は、ニュースをもう最初そうそうニュースをと言ったんですけど、そのニュースはですね、この北海道で起きた事件です。事件なんですね。私 YouTube でほとんど事件っていう、こう怖いみたいなものは今までまだ話してきてないんですが、今日ちょっとそういう事件だなっていうものを、はい、トピックにしています。北海道ね、北海道のですね、ここの札幌というところで起きてしまった事件についてです。札幌、これ漢字札幌と読みます。札幌って皆さんよく知ってるのはビール、札幌ビールって飲んだことある人いるかもしれません。札幌ビール、はい。あれは缶ジュースじゃない、缶ビールですけど、ちょうど本当にこの札幌というところで、150年ぐらい前にビールが作られて、販売されたというところだそうです。はい。だからね、その作ったとことビールの名前がこう同じなんですね。札幌ビールの札幌です。はい。行ったことある人いるかもしれないですね。じゃあ行きましょう。今日はこの札幌で起きた事件についてです。はい。じゃあ、今日はですね、私ちょっと全部読みます。最初にニュースをね。そして赤い字が書いてあるのは、これは JLPT の N1 レベルの語彙です。はい。実は何も赤字が書いてないところにも、ちょっとそういう JLPT にも大事なんだけど、大事というか、N1 レベルの言葉なんだけれど、そんなに絶対覚えなければいけないわけではないっていうのは何もマークしてないです。いつもそうですね。で、赤はそう。で、だけど赤で書いてあって読み方とか書いてあったら、読み方もテストのためには覚えた方がいいです。はい。で、この後、青い字が出てくるんですけど、青は N2 です。N2 レベルです。はい。じゃあ、読んでいきます。一緒に私と見ていってもいいし、耳だけで聞いてリスニングの練習をしてもいいと思います。はい。じゃあちょっとニュースをまず全部読みますね。いきます。で、その後説明をします。いきます。札幌ですね。さっきの札幌です。場所です。札幌市からの委託で高齢者に夕食を宅配している業者が利用者の80代の女性の応答がなかったにもかかわらず、2日にわたって食事をドアノブにかけて立ち去り、安否確認を怠っていたことが分かった。はい、次です。自宅で倒れている女性を家族が見つけたが、死亡が確認され、市は家族に謝罪した。次です。札幌市によると、宅配員が女性の自宅を訪れた際、応答がなかったにもかかわらず、安否確認や関係機関への連絡をせず、食事が入った袋をドアノブにかけて立ち去ったということだ。次です。翌日、別の宅配員が訪問した際、ドアノブには前日の食事がかかったままだったが、この時も安否確認をせず、
当日分の食事と交換して立ち去ったということだ。次です。この日に家族が訪れて家の中で倒れている女性を見つけ、女性は病院に運ばれたが死亡が確認された。次です。ここが最後です。札幌市は女性の家族に謝罪し、この業者の処分を検討している。さらに委託している11の事業者に対し、配食だけでなく見守りサービスの事業を徹底するよう指示した。はい、というニュースでした。全部今読みました。今日は6ページという長いお話なんですね。はい。どうでしょう、どこぐらいまで分かったかな。ちょっとここもいろいろ書いてあって、これちょっとまだ説明したくないかな。はい。先に写真見ましょうか。ちょっと今ね、読むの疲れたと思います。これどこの写真だと思います？東京？いや、今日は札幌の話をしていますね。北海道の札幌市というところの話をしています。この写真はその札幌市の街の夜の写真です。はい。これすごいですよね。私これ見てびっくりしました。こんなにビルが建ってるのって。やっぱり北海道というと田舎っていうイメージありますよね。牛が歩いてる、もう牛乳をたくさん作っているとか、チーズを作ってるとか、馬が走ってるとか、そんなイメージなんですが、この札幌市というのはですね、もう本当にもう東京みたいですね。すごいですね。街ですね。でこれちょっとよく覚えておいてください。この街ってことは人がたくさん住んでるってことですよね。で、これがこの札幌って書いてありますね。ここね、札幌の、公園、有名な公園の写真です。はい。こういうふうにね、東京タワーみたいに電波塔だと思うんです。この電波だから、インターネットのネットとかをね受信受けるようなところですね。こういうのがあると。はい。有名な場所ですね。札幌といえばという。でこのように大きな町ですね。すごい大きい。はい。でここの町で起きた、それが今日の事件です。はい。さっき読みましたが、どのくらい分かったか皆さんどうでしょうか。ちょっとじゃあもう一回、読んでいきましょうか。はい。特に1ページ目がすごい難しい言葉がいっぱいあったので、ちょっとね分かんないってね思ったかもしれないですね。じゃあ行きましょうか。ちょっと読んでいきます。ただ今日はちょっと早めに読んでいって、最後により深い、はい、データの話をしていきますね。はい、じゃあいきます。なので今日はちょっと説明が簡単すぎるよって思う人、ちょっとごめんなさいね。今日はねいきます。札幌市からの委託、この委託っていうのはこれ本当レベル高いです。かなり難しいですこれね。札幌市ってね、町ですね。町から委託って、何かこの仕事をやってください、お願いしますと頼まれるってことです。委託するってね。はい。お願いされて、仕事をしてる。でそれどんな仕事はここです。高齢者、はい、おじいさんおばあさんに食事ですね、夕食を宅配は届けますです。デリバリーですね。宅配している業者は会社と思っていいです。はい、会社。物って書いてあるけどこれは会社でいいですよ。だから札幌市から、おじいさんおばあさんに夕食を持って行ってくださいねと頼まれている会社が、利用者の80代の女性だから、利用者は何の利用かといったら、この宅配の利用、宅配のデリバリーを利用している人
どんな人といったら80歳代ですね。80代といったら80歳から89歳までのどこかの年齢の人、おばあさんですね。80代の女性の応答がなかった。これ難しい。漢字簡単なのに難しいですね。応答っていうのは例えば何でしょう、皆さんがね誰かの家に行ってコンコンコンってすいませんってコンコンコンすいません荷物持ってきました。例えば、アマゾンです、荷物持ってきました。アマゾン持ってこないか、アマゾンの荷物を持ってきましたかな。宅配の人ね、すいませんどなたかいらっしゃいませんか、いませんかって言ってね。で家に誰もいないともちろん誰も出てきません。でそれが応答がないってことです。誰も出てこない、あれ誰もいないのかなっていう、まずそれが一つの使い方で、ただ人に対して使うときは応答がないっていうと、家にこの話だとおばあさんが住んでます。80代のおばあさんが家にいて、夕食を持ってきたんですね。おばあちゃん夕食持ってきたよって、持ってきましたよって、おばあちゃんってピンポーンって、それからコンコンコンって、おばあちゃん持ってきました今日もって、おばあちゃんあれ返事がない、あれおばあちゃんこう返事がないこと、おばあちゃんがはいはいちょっと待って今ドア開けるからとか言わない。そう、何も声が聞こえない。おばあちゃんいるはずなのに何も声が聞こえないなっていうのが、これが応答がないってこと。はい、答えがないってことですね。応答がない。おばあちゃん何も言わないんですね。家にいるはずなのに。応答がなかったにもかかわらず、ちょっと後でやります。2日にわたって、これはN2 文法です。2日にわたってというのは2日間ずっとという意味です。1日目から2日までずっとという意味です。2日にわたって食事をドアノブは何ですか。ドアノブはですね、ドア開けるときに丸いドア、ドアをちょっと持って握って右にグリって回してドアを引っ張る、引くっていうドアありますね。持つところがドアノブです。食事をドアノブのとこにこうかけて、だから袋をそこに置いてってこと、かけて立ち去り、これは、そこからいなくなるってことです。去るっていうのはいなくなるですね。安否確認を怠っていた。安否確認、これも大事なんですけど、読み方安否です。ピひじゃなくてピね。安否っていうのはこれですね、安全か安全じゃないかっていう意味です。それもちょっと安全というより生きているか生きていないかのイメージです。生きてる？いやいや、もしかして死んでしまったという意味。安否確認、これですね。生きてるか死んじゃってるかの確認を怠っていた。怠りますはしないのことです。やらなければいけないのにめんどくさいからやらないっていうのが怠るです。はい、ですのでここの1ページ目にすごくもうキュッと小さくニュースのトピックが書いてあるんですね。もう一回言うと、この辺ですかね。80代のおばあさんの返事が何もなかったにもかかわらずはなかったのにの意味です。何々なのにです。これ N2 ぐらいから出てくる大事な文法ですので、覚えておいてください。にもかかわらず2日にわたって、もうこれ N2 ね、2日間ずっと食事をドアノブにかけてさよならとして、おばあちゃん大丈夫ですか、元気ですか、生きてますか、大丈夫のチェックをしないで帰ってしまったということが分かりましたと言っています。
そして帰ってしまったら、そしたら何が起きた、そしたらこれが起きた。はい、自宅で倒れている。はい、女性、これはさっきのおばあさんですね。おばあさんを家族が見つけた。はい、でも死亡ですから、死んでしまったことが確認できた。で、死というのは札幌市です。札幌市は家族に謝罪した。すいませんでした、本当に申し訳ございませんと言ったということです。これ皆さん、これ日本語の意味分かったけど、どうして家族が見つけた、どういうことなんで家族とおばあちゃんと一緒に家族住んでるでしょって思いました。ここが大事なポイント。こっちにも書いてはいなかったんですが、ここはですね、この利用者の80代の女性というのは、これは一人で住んでます。はい、家に一人だけです。ここが大事なポイントです。ってね、知ってる人は知ってますよね。はい、じゃあちょっと続きいきましょう。こっちより詳しく書いてありますね。札幌市によると、宅配員は持ってくる人、デリバリーする人、宅配員が女性の自宅、家を訪れた際というのは何々する時です。N2 でも出てきます。訪れるっていうのは、ビジット、英語のビジット、自宅に来るってことですね。自宅に来た時、応答がなかったにもかかわらず、なかったのに、答えがなかったのに、安否確認やおばあさん大丈夫というチェックとか、関係機関、何か関係しているところ、だからこのおばあちゃんの家族に連絡するとか、病院に連絡するとか、警察とか警察ですね、警察に連絡するとか、その連絡をせずも大事です。とてももう N2 からよく出てきます。何々をせずは何々をしないでの意味ですね。連絡をしないで、おばあちゃんね、何も答えてくれないのに、どこにも連絡しなかったんですね、この宅配員で。食事が入った袋をドアノブにかけて置いていったということです。かけて立ち去った。置いて、はい、じゃあ次の家に行きますと。私は宅配員だから忙しいんです。次の家にも持っていかなければいけないということです。で、次、翌日というのはその次の日ですね。だからこっちですね。最初の日です。最初の日、そのまま行ってしまった。その次の日ってことです。別の宅配員が訪問した際、別の届ける人がその家に行った時、ドアノブには前日の食事がかかったままだった。前の日の食事がまだドアのところに置いてあるんですね。ねえ、あれおばあちゃん食べてないですって分かりますよね。だけどこの時も安否確認をせずしないで、おばあちゃん大丈夫？昨日のお弁当まだドアの外にありますよ、どうしてね、確認もしないで、当日分だからその日の食事と交換してチェンジして、また立ち去った。またさようならとしたっていうことで、これがですね、この前の日の宅配員と次の日の宅配員は別の人なんですね。同じ人じゃない。これ2人の人がこのおばあさんの安否確認をしないで、もう次の仕事場に行ってしまった、または帰ったっていうことですね。まずもうここでももうちょっとって思いますよね。1日目は1人だけそういう悪い配達員の人、どこでもいますよ、日本だって悪い人たくさんいますから。でも次の日も同じことしてるってどういうことってちょっと思いますよね。ってね。次の日の人は前のものあったらちょっとこれは大変だと、おばあさんのご飯食べてないよ大丈夫ってね思いますよね。なんで次の日の人も
そのまま帰ってしまったのっていうので、ちょっと怒りが起こっちゃいますね、こっちね。もしかして今までもこういうことやってたってね。こういうこと慣れてるみたいな。ってね。今回が初めてじゃないなんて思っちゃいますよね。で、そしたら、この日に、だからこの2日目の時ですね。この日に家族が訪れて、はい。おばあさんの家族がおばあさんの家に来たんです。来て、家の中で倒れている。バタッってね、倒れているおばあさんを見つけて、女性は病院に運ばれたんですけど、死亡、亡くなっているというのが、もうはっきり分かった、確認されましたと言ってます。で、ここで皆さんはきっと思いますね。なんでおばあさんと家族は別々に住んでるんですか？おばあさんは80歳、80代、80歳から89歳のどこかの、もう体が弱いよねって。なんでおばあさん一人で住ませてるの？この家族ひどいよ。この家族悪いよって思った人も多いと思います。これちょっと後で説明しますね。で、最後、札幌市は女性の家族に謝罪、すいませんでしたと。なんでこれ札幌市が家族に謝るかというと、このサービス、家に届ける、食事を届けるというサービスは、この札幌市というのが中心にやってます。もちろんお金を払って、このおばあさんがお金を札幌市に払ってお願いしますとやってるんですけど、このサービスを中心にやってるのは札幌市なんですね。だけど札幌市がその市役所で働いてる人がお弁当を持っていくってできないですね。だから代わりに仕事をお願いして、お弁当屋さんに持ってってください、このおばあさんの家に持ってってくださいねと契約してお願いしてるんですね。だから札幌市がすいませんでしたと、私たちが契約している会社がこういうミスをしてしまったからおばあさんが亡くなった、死んでしまった、本当にすみませんと言って、この札幌市はすいませんと言っているってことです。で、このごめんなさいと言って、この業者、だからこのお弁当を届けている会社ですね、業者の処分を検討している。はい、ここで青い字が出てきました。これはこの業者、この会社っていうのはお弁当の会社の処分というのは、この会社をクビにする、この会社にこれからはもう仕事をお願いしないということです。それが処分です。はい。かなりこれは硬い、難しい言い方ですね。何々を処分する、やめるってこと。処分だけ使うと捨てるって意味なんですけど、でもこういう人とか会社の処分といったら、その会社に仕事をお願いしない、やめる、関係を切る、契約を切るっていう意味です。はい。処分を検討しているはもう N2N1 で大好きな言葉ですね。検討は何々をよく今考えているっていう意味です。はい。どうしようかな、これをやろうかな、やらないかな、どうしようかな、いや、処分だとちょっと厳しすぎるから、お願いする、数を減らそうかなとか、この業者に払うお金をもっと少なくしようかなとか、例えば辞めるのは3ヶ月だけ辞めて、その後はまたお願いしようかなとか、そういうことです。どうしようっていろいろ考えてるっていうのが検討するっていう意味です。はい。これはビジネスメールでもよく出てくるし、メールだけじゃなくてビジネスで、話す時もよく言いますね。じゃあこれについては、検討いたしますとか言いますね。考えているってことです。で、だから、検討しているのはこの札幌市はってことね。札幌市は今ちょっと考えてますってこと。さらにはプラスアルファの意味ですね。さらに委託している、これお願いしている11の事業者というのもこれも会社でいいです。に対しですから、札幌市はとか札幌市がです。ここ書いてないけど、
札幌市が仕事をこのお弁当を持ってってくださいとお願いしている会社というのはなんと11の会社ありますと。多いですね。すごいな。11の会社に対して配食だけでなく、配食というのはこれは配ります、食べます、だから食べ物を配りますの意味です。食べ物を配るだけじゃなくて、家に行って食べ物を置いてくるだけじゃなくて、見守りサービス、ちゃんと家にそのおばあさんとかお年寄りがちゃんと安全に今日も生活してるか、生きているかですね。ちょっと言ってしまうと、ちゃんと生きてますか、まさか死んでませんか中でというのをチェックするってこと。見守るっていうのはね、遠くから見て大丈夫だねと確認するっていうイメージです。こういう見守りサービス、これはサービスだ、これの事業、この仕事ってこと、サービスを徹底するよう指示した。徹底なんてこれ漢字難しいし N1 レベルにも見えるんですが、語彙としては N2 です。はい。徹夜っていう言葉もありますね。ここが夜っていう漢字になったら徹夜です。はい。徹夜はですね、寝ないでずっと勉強するってことです。寝ないでずっと仕事をする。朝までずっと仕事をする。朝まで何々するってことです。はい。ですので徹底というとこれは、100% 何々するっていうことです。はい。サボらないってことです。サボるは皆さん知ってますね。何かを大変だからやらない。ちょっとやらなくても大丈夫だと思う。店長はきっとわからないと思う。休憩してしまおう。今は店長いないから。ね。例えばアルバイトとかで。違うダメですね。ダメですよ。仕事を徹底的にやってください。一生懸命。そういうこと。だからお弁当持っていくだけじゃなくて、ちゃんとおばあちゃんおじいちゃんの、確認をするサービスというのをちゃんとしっかりやってくださいねと指示した。やりなさいよと、はい、強く言ったってことです。指示した。この徹底するようっていうのもこれ文法ですので、分かんない人はこれちゃんと文法の本確認してみてください。何々するよう、何々する、徹底する、徹底しっかりする、なんて言えばいいかな、しっかりやることを守ってくださいねとお願いした。お願いというか強く、やりなさいと言ったっていう意味ですね。ちょっと今私うまく説明できてないですが、何々するよっていうのね、分かんない人ぜひ調べてください。大事です。文法です、こっちはね。ですのでちょっと話は分かったと思います。こういう話で、もうちょっと詳しく言うと、この札幌市というところ、北海道の札幌市では、一人暮らしの高齢者が急増してます。一人で暮らしているお年寄り、おじいちゃんおばあちゃんがすごくどんどん増えてます。はい。で増えているので、増えすぎていて、これは大変だと。一人で住んでて、さっきみたいにね、やっぱりお年寄りですから、もう一人だった場合急に体の調子が悪くなって家で死んでしまうっていうことはやっぱりあります。でそれを確認するのが家族がいないので確認できないんですよ、もちろん。だからこれでは困ったと。で突然死なれてしまうと、例えばそのマンションとかアパートを貸してる人もやっぱり困るんですね、すごくね。家の人死んじゃったってね。どうするの、誰がこの後いろいろお葬式やったりどうするとかいろいろありますので、これは困ったということで札幌市がもう市として守らなければいけないお年寄りをというので、サービスを作っているのがこれ、さっきのような食事を届けるというサービスです。でどんな人に届けるかというと、対象というのがね、65歳以上の一人暮らしの人で、病気や体が弱い人の場合、そして買い物とか料理を作るのが難しい人、この3つの条件ちゃんと必要です。こういう人は
はい、いいです。じゃあ、札幌市がサポートしますと言って、これがですね、なんと今年の3月の時点で2305人いる。はい、でこれ多いのっていうのをちょっと後で話しますね。で、これはですねちょっとサービス調べたら、この食事というのは1日1回届けてくれる。で500円かかるそうです。ただ500円でお弁当を持ってきてくれるというのは日本では安い方です。はい、で、やっぱり何よりチェックしてくれる、おばあちゃんおじいちゃん大丈夫かなっていうのを確認してくれるっていうところが一番大事なポイントですね。で、日曜日と祝日を除くは以外の、だから日曜日とホリデー以外はもう週に6日来てくれる。すごいですね。ほとんど毎日ですね。で、気になることがあった場合は、なんか大丈夫かな、あれおばあちゃん返事がない、応答がないとか、あれおじいちゃん大丈夫、ね、っていう時はこれ大変だって言って、家族とか警察などの関係機関に連絡をしてくれるんですね。こういうことをするっていうのがやらなければいけない仕事です。このお弁当を持っていく人はね。そうで、こういうサービスをしてるらしいんですよ。それでじゃあちょっとさっきね2305人これを使ってる人がいるよと言いましたが、どのくらいなのっていうのね、ちょっと数字を言いますね。ですね、まずそもそもが日本の全体の人口から言うと、日本って実は小さい国なのに人はたくさんいるんですね。人口、ただ正しく言うとたくさんいたです。はい、約50年くらい前はすごく人がわーっと多かったんですが、それからどんどん毎年少しずつ下がっていってるんですね。日本が今子供を産む数が少ないというのは有名ですよね。あと反対にその50年前60年前にたくさんいた、その時生まれた人が今はお年寄りになってますね。そうですよね。ですので子供は今生まれないんだけど、減ってるんだけど、おじいちゃんおばあちゃんは増えてるんです。はい。そして日本人は健康な人が多いですね。そうだからあそうお年寄り元気というか、長く生きるんですね。でですのでこのように今のところ日本の人口全体の人口、日本全部の人口というのはなんと世界で何番目だと思います？これね、昔の方が多かったんだけど今でもまだ12番目です。12番目というので多いです。でその中でこの北海道というところね、北海道というところの人数、全体の人数はそんなに多くないんですけど、ちょっと数を言うと、全体では514万人、だいたい514万人いると、去年ね。でちょっと覚えられないよってね。だけど簡単に言うと、だいたいじゃあ500人500万と思いましょう。全体北海道500万人がいるよと。全体北海道500万いて、でその中のこの札幌市というのはとても町が大きいです。さっき見たような、もうすごいこれですよね。こんなにビルってねそう、ビルあるし、これってことは仕事もたくさんありそうだ。そうなんですよ。ここには札幌市には、この北海道全体のなんと 38% の人が住んでるんですね。これ196万人です。196万人。もうこんなに大きな北海道本当に大きいんですけど、もうこっちからこっちまで飛行機じゃないといけないですね。ぐらい大きいんですけど、ここの全体の中でももう札幌にはなんと 38%、40% と思ってもいいです。40% ぐらいの人が住んでるんです。こんな小さなところに。でね、まずこれ一つ問題なんですけど、良くないことなんですけど、でこの 40% 全体いると。でその中のおじいさんおばあさんの数は、高齢者おじいさんおばあさんと言われてる数はなんと
何パーセントいると思います？多いんですよ、これがって思う。この中、いるおじいさんの数はですね、なんとあの4人に1人がもうおじいさんおばあさんだから、だいたい28%と言われてます。28%くらいの人が、札幌の人ってだいたい28%がもうおじいさんおばあさんなんです。だから4人に1人以上がもう65歳以上。はい。だから道歩いてたら、4人の人に会ったらもう1人は絶対おじいさんかおばあさん。はい。という状態で、これはですね、実は日本全体で見てももう一番悪い状態と言ってもいいぐらい悪い状態なんです。これ確かに日本はお年寄り多いんだけど、東京とか皆さん行ったことある人、あと大阪とか行ったことある人だと、結構若い人いるよって思ったことありません？ってね。例えば新大久保とかね、東京だとね、韓国のね、料理屋さんいっぱいあると、あそこ行ったらもう若い女の子がいっぱいいて、私びっくりする。なんだ日本もまだまだ大丈夫だなんてよく思っちゃうんですけど、それ一部だけ。はい。そうとも言っても東京はまだまだ働く人いますので、たくさんいますので若い人多いんですが、北海道、それもでも一番人口の多いこの札幌ですら4人に1人が65歳以上なんですよ。これはね、かなり危険な状態。そしてさらに悲しいのが、この北海道では子供の生まれる数が日本の中でも2番目に低い。はい。もちろん一番低いのは、そうです、大都市東京。はい。東京はなんと女性、生きてる間に産む子供の数は1人より少ないです。1人以下です。はい。だから産まない人もいるってこと。はい。細かく言うと東京だと 0.99 人、もう一人も産まないで人生が終わるっていう人も多いってこと。だけど2番目がこの北海道なんですね。だから北海道も 1.06%、06人ってことなんですけど、だから一人産んだらいい方でも産まない人も多いっていう。でそもそもなんでっていうと、まず若い人がいない、札幌に。はい。で悲しいデータがあったんですけど、まずですね、結婚する数が他の県より低い、北海道。はい。で離婚するディボース、あなたと結婚したけどさようならは他の県より、平均より、アベレージより高い。そう、北海道の人ね。だから結婚もしないし、もし結婚しても離婚するパーセンテージが他のところより高いんですね。おいおいおい北海道よと。北海道の人ってなんでそんなに不幸せじゃないの？どうして？こんな日本人は旅行に行くのに北海道はもう大人気だよ。そうですよね。そうなんですよ。なんでって思う。なんでだと思います？やっぱりね、お金の問題だそうです。はい。おそらくお金の問題だろうと。多分そうだと。ここは北海道ってやっぱりもうちょっと大きすぎるんですかね。札幌に人が集まりすぎてるらしいんですね。自分がね、違う札幌じゃないところで生まれてもみんな札幌に来ちゃう。あそこだったら仕事があるから、とか、札幌だったら何でも買えるからとか、札幌だったら便利だからとか、札幌だったら大きな空港がある、ここだったら東京にも行きやすい、はい、とか。そうなんです。だから北海道の人がまず札幌に来ちゃうっていうのがまず一つ問題で、逆を言うと田舎の方は仕事がない。はい。
働きたいけど仕事がないと。ただここの函館というところあるんですけど、ここも大きな町なんですが、札幌の方がやっぱり大きいですね。だからね、まずみんながこの集中してしまうんですね、一つの場所に。でこれは東京でも同じことが起きてますよね、もちろんね。これはやっぱりどこの国でも起きやすいことです。首都キャピタルシティにみんなが来てしまって、そこはもういっぱいだと、そういうふうになる。だけど田舎のところはどんどん人が少なくなる。そして子供もそこの田舎では生まれない。だけどそこには昔から住んでいるおじいさんおばあさんはいるねっていうのはありますね。だけど札幌の場合はもう昔からこっちの田舎の方は生活が大変なので、やっぱり寒いしね。だから皆さんが札幌に来てしまいがちしやすいみたいです。でここでこの町でおじいさんおばあさんになる。昔は若かったけどもう今ばあちゃんだじいちゃんだと、もう80歳だ。でそうなった時に、さっきみたいにこう一人暮らしのお年寄りがたくさんここに札幌に住んでいるという状態になる。でなんで一人暮らしなのってね、私の国だと家族と住みますよってね。そうね、ここはですね、私は一つ答えとは言えない、これ何々だからとは言えないんですけど、日本は全体的に札幌だけじゃなくて全体的に結婚する人の数が減っています。そうで減ってるし、あとは、自分の親、結婚した後に自分の親と一緒に住むというこのスタイルは日本はとてもしなくなってます。これはもうね、もう50年ぐらい前からそのスタイルは始まってます。だからおじいちゃんおばあちゃんは別々に住む。では子供たち家族は子供たち家族で住む。で子供が大きくなったら子供もまた家から出ていくっていうのが日本のスタイルです。だけど、例えばおばあちゃんおじいちゃんだけど、例えば2人結婚してたけどおじいちゃん死んじゃった、先に死んでしまっておばあちゃん1人ってなった時に、家によってはおばあちゃんと一緒に住む家もあるし、おばあちゃんの方がいいの、私は一人の方が楽なの、自分で自分のことをやりたいしとか、まだできるからとか、そういうので一人がいいっていう人も結構いるんですね、日本はね。でここについては本当に人によって様々なので簡単には言えないです。だけど結果的には一人で住んでいるおじいさんおばあさんというのが日本にはとても多いんですね。でそれがやはり日本は一人で住んでるということは何か問題が起きるかも、事故が起きるかも、急に死んでしまうかも、家の中で一人でっていうことがやっぱりある。だけどこの問題がとても今一番起きやすい、この一人で住んでるおじいさんおばあさんがとても多いというのが日本の中でも北海道のこの札幌らしいんですよ。札幌がもう最も今この事件が起きやすい場所、と言われているらしいです。多分数が多いからですね、まずね。でこの問題をどうしようというので、さっきみたいなこの食事を持っていっておじいさんおばあさんの安否を確認するっていうサービスをもうその札幌市がやってる、もう市がやってるってことですね。だからこれはどこの市もやっているわけではないと思うんですね。やっぱりもうやらないといろんな問題につながるからっていうことだと思うんです。でやっぱりですね、いろんなニュース読んでてもこのことっていうのは日本全体でこれから起きてくる問題だと言われていて、そう皆さんが知ってる通りおじいちゃんおばあちゃんが多くて子供が少ないっていうのはね、よく聞きますよね。
そう少子高齢化、少子高齢化と言いますね、難しい言葉だとね。あのでこれをどうどうやって解決していこうかっていうのをまずもう問題起きてしまってるから、今頑張って解決しようとしてるのがこの札幌市なんです。だから他の県の人たちも結構見てる。札幌市はこういう風にやってるのか、こうやってやったらうまくいくのか、いやいやこうやってやると今回みたいに事故が起きるのかとか、もう例なんですねこれが。もうちょっとケーススタディって言ったら悪いですけど、札幌市が先に、ちょっと良くないんですけどね、良くない状況だけど良くないことなんですが、最初にこの問題に立ち向かってる戦ってる場所というのが北海道、だからこそこのニュースはとても大きくなっている。はい。ただおばあさん死んじゃったね、かわいそうだね、一人で暮らしててっていう軽い話じゃないっていうことなんです。この事件はこれから日本でいろんなところで起きる可能性がとても高いっていうニュースなんです。そうだけど、じゃあどうやってこのニュース、この事件また起きないようにするの、そこが大事ですよね。そうなんですよ。でね、これをね考えれば考えるほど、もうね日本だけで考えたらこの解決策ってほぼないって私思いました。これはちょっと私の意見ではあるし、皆さんこの今聞いてくださっている日本語を勉強してくださっている皆さんにだからこそ私は言いたいっていうメッセージがあるんですけど、悲しいんですが、やっぱり例えば北海道一つ見ても日本全体見ても子供を産む数が本当に減ってるんですね。毎年毎年どんどん日本は女の人が子供を産みません。で、なんで産まないかっていうのも実はこれは経済の問題なんですね。産みたいんです、日本の女の人も本当は。はい、産みたいんだけど産んだ後お金がすごくかかるんです、日本って。まず学校のお金ね、あと病院のお金もそうだし、一番はやっぱり学校教育するためにとても日本はお金がかかります。国があんまり助けてくれない。はい。ですので、いやうちはお金あんまりないし、産むことあっても一人だけ、二人とか無理無理無理、二人産んだらその子は大学に行かせるお金ないよ、やっぱりやめよう、じゃあ一人だけにしよう、我慢しようってなったりする。そうですので、それって考えたら経済の問題ですよね。エコノミーの問題。もっと日本人がしっかりお金を持ってれば、または会社で働いて、または自分でビジネスをしてお金をたくさん持ってれば、安心して子供2人3人と産めるんですが、それがなかなか難しい、人が多い。だから反対に子供をたくさん産んでる家もあるんですけど、3人とかいる家はやっぱりその給料が高いです、その家はね、その家庭は。ですので、そういうだけどその家のパーセンテージが下がってるんですね、今ね。給料高い日本人が少ないんです今。昔は多かったけど昔より減ってる。だから全体的に日本人は給料が少ない、払えないというので、でも物価は上がってる。だから子供も我慢するというので産めないってなると、日本は人口はこれからも全体的に減っていくって考えられますね。そうなったらもう助けてくれるのは日本の中の人じゃないって考えることもできますよね。そうなるとやっぱり実際起きてるんですけど、北海道って北海道に住む人、外国の人増えてるんですね。そうなんですよ。これね、ありがとうございますってちょっと思いました、私調べてて。そうって、日本人は残念ですがどんどん減ってるんですね。札幌に移動するだけじゃなくて、北海道で生まれたけど東京に行きます、東京で生活します、大学は東京に行って、その後は東京の会社に入りますっていう人もたくさんいますので、北海道帰ってこない。
そういう人もたくさんいるんです。だからこそどんどん人口北海道減ってるんですが、外国の人は結構来てくれてるらしいんです、北海道にね。それいろんな場所で、すごいありがたいね。で、札幌に関してはおじいさんおばあさん増えてますから、逆を考えるとおじいさんおばあさんをサポートする仕事は多いんです。必要なんです。そこで働く人必要なんです。そうだから市は会社にお願いしてビジネスを、ね、お願いしてるし、ここで考えるとそこで働いてる日本人もきっとこれから減っていきますので、そこを外国の人がサポートするっていうことも十分考えられる、できるわけです。それは日本人にとっては本当にありがとうございますということなんです。だからこのニュースは確かに悲しい話なんですが、助けることができるかもしれない外国の皆さんは、ちょっとこれはある意味でビジネスチャンスとも考えられるんですね。だからこの事実を、これはもう事実なので、日本の人口は札幌だけじゃなくて北海道だけじゃなくて日本全体が減っていく。だけどおじいさんおばあさん増えていくということは、悪いこともあるけど、反対に今までなかったビジネスの隙間というか、このビジネスはまだ誰もやってないとか、このビジネスが必要だということが増えてくるんですね。ビジネスモデルが変わる時とも言えますね。だからそこを外国の皆さんが助けるっていうことは十分できるから、考え方次第で皆さんには大きなチャンスがあると思います。でその時にやっぱりしっかりね日本語を正しく使えてるっていうのは日本人に信用される、信じてもらえるので、勉強しておいてもらえると嬉しいなとはやっぱり思います。ね。ですので今日はこんなニュースなんですが、ちょっとねなんなの日本って変だよってね思ったことも多かったと思うんだけれど、これが今起きていることです。でちなみに最後ちょっと新しい情報ちょっと最後だけパッと言っておくと、さっき言った札幌市がやっているサービスは食事を届けるっていうこともやってる。1回500円でしたよね。あとですね、私がと思った2つサービス紹介します。1つ目は、65歳以上で札幌市に住んでいる人だったら、そしてもうベッドから起きることができない人ね、そういう人、寝たきりっていうんですが、そういう人の場合、髪の毛を切りたいってありますよね。髪伸びちゃうね。でこれをですね、髪切ってくれる人が、美容師さんです。髪切ってくれる人が家に来てくれるというサービスをやっているそうです。これは1回2000円でやってくれる。いいですね。家来てくれるのに2000円で安い。年間1年間で4回以内だったらいいですよ、やりますというサービスをやっているそうです。あともう一つはおむつを届けるサービスだそうです。おむつっていうのは皆さんトイレ行きますね。今の皆さんね、元気な皆さんはトイレ行っておしっことうんちを出しますね、トイレでね。だけど寝たままベッドでしか動けない人だとトイレに行けないですね。でそういう人のために1ヶ月に1回なんですけど、このトイレにトイレに行く代わりにベッドでできるおしっこありますよね。なんていうんですか、あれはなんていうんだ、パンツみたいな形、紙のパンツみたいな。でそこにおしっこすればいいと。赤ちゃんがするやつです。だけどお年寄りになってもあれしますね。でそれがおむつっていうんです。でおむつを家に届けてくれるサービスがあるそうです。月1回ね。だそうです。そういうサービスもやってるよっていうのが今の札幌です。だからねきっとね考え方によっては、いやもっとこういうサービスもできる、きっと
っていうのね、日本人ももちろんいろんなサービスを提供してるんですけど、外国人の皆さんもいろんな IT の力とかも使ったりしてもいいと思うし、新しいサービスをね、こうお年寄りのために使ってあげるっていうビジネスモデルを作るっていうことが十分可能できるというふうに私は今思ってるので、そういう時に参考って難しいですね。そういうところのヒントになったらいいなと思って、今日だいぶ長く話してしまいましたが、今日ちょっとお話ししました。はい。ですので、こんなに素晴らしい北海道、もう観光地、旅行先ではもう大人気、大体一番取ります。北海道といったらみんな行きたい、遊びに行きたいの北海道でこんなに悲しいことが起きているというのが本当の今の事実です。はい。ということをお伝えしました。皆さんそれぞれ考えたことあったと思います。そして最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。思ったことをぜひメッセージでお送りください。では、今日北海道の話しましたが、読む練習を中心に今日みたいに長くないです。読む練習する、YouTube チャンネルが私のチャンネルにもまだまだたくさんあります。ぜひまだ見てない人見てみてください。N1 レベルとか N2 レベルたくさんあります。あとは他のニュースの、読むっていうやつだったら今日みたいに長く話してませんので、ぜひぜひ、見てみてください。JLPT の練習になります。はい。で、前に私が出した2つの YouTube も、これも、皆さんよく見てくださっています。N1、N2、N3 の合格する方法には何が必要かというのと、リーディング、読解の合格する方法について YouTube でお話ししたことがあります。どちらもライブでお話しました。ライブのアーカイブを見てください。で、あとは、もっと、読解、いや本当に今年合格したいっていう人は、この私のオンラインレッスンのビデオを見ましょう。中文と長文と短文があるんですけど、N1、N2 のビデオがあります。この合格の方法っていうのはこの中文のやり方の中に入ってますので、ぜひ見てもう合格してください。毎年たくさんの人が、これを見て合格してくれています。私も本当に嬉しいです。はい。あとは、プライベートレッスンでも今テスト前なので、試験の勉強を一緒にしている人もたくさんいらっしゃいます。これは Zoom レッスンです。はい、YouTube じゃない、私とビデオで話しながら勉強します。はい、だから私にすぐ質問できますね。そうそう。読解、リーディングやってもいいし、文字、文法、文字、漢字、あとは何ですか？そういうの、聴解やってもいいし、あとは会話の練習してたり、発音の練習してたり、あとビジネス日本語を私と勉強している人もいらっしゃいます。プライベートレッスンね。ぜひよかったら使ってください。あとは他にもオンラインレッスンやってます。ビジネス日本語と会話のレッスンをやってますので、詳しくはこのオンラインレッスンのリンク、多分この辺に今書いてあります。それを見てください。あとはコメントのところにも同じリンクが書いてあります。はい。では皆さんの今日の意見などお待ちしてます。はい。